have to evacuate shortly. We have to evacuate shortly. It's weakening.通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アメリカのとある女性リポーターからの話題になります。先日5月23日ですね、ホワイトハウスで新たな銃撃事件が起きまして、ここに合わせた一人の女性リポーターの反応が大変話題になっているんですね。もともとはね、ネガティブな形で拡散されたこの動画だったんですが、現在はですね、様々なミームが作られ、現在彼女、ネットミームの女王になっているというんです。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね、見えておりますか？皆さんこの方ご存知ですか？エミリア・クラークじゃないですよ。ちょっと似てますけどね。先日ですね、5月23日にまた新たなね、銃撃事件がホワイトハウス周辺で起きまして、最近めちゃくちゃ多いんですね、トランプの周辺。この1ヶ月だけでも4回目ということなんですが、銃撃事件が起きました。で、現在ネットでここに居合わせた一人の女性リポーターの反応というのが、大変話題になっているんですね。で、どうやらですね、これ自分がミームになっているというのを本人も気づいたということで、この反応はこの反応でまたね、大変話題になっているという状況になっています。ニュース記者のホワイトハウス銃撃事件に対する衝撃的な反応がリアルタイムで動画に記録される。ホワイトハウス銃撃事件に対する記者の反応がニュース取材中にリアルタイムでカメラに捉えられた。NBC のジュリー・ツェルキンは5月23日土曜日、ワシントン DC で取材中だったが、その際に付近で複数の銃声が聞こえた。その瞬間の映像は後にツェルキン本人のインスタグラムに投稿され、ホワイトハウス敷地内に立つ彼女が困惑した表情を見せる一方、背後では銃声が鳴り響いている様子が確認できる。ということでね、ここではね、何が起きたかと言いますと、先日5月23日ですね、ホワイトハウスの前の検問所で、またね、新たな銃撃事件が発生しました。で、先ほどもね、少し触れましたが、最近ですね、このトランプ周辺、非常に銃撃事件がね、増えているということで、このね、1ヶ月だけ見ても、今回が4回目だったということなんですね。ちょっとね、この概要から見ていきますが、ホワイトハウス検問所近くで発生した銃撃事件で、バイスタンダーが負傷。ということで、早速ですが、こちらですね、バイスタンダーがあります。こちらが本日のキーワードになります。bystander。特定の出来事のその場に居合わせたが、当事者ではない人。ということで、こちらのバイスタンダーというのは、傍観者という意味になります。つまり、たまたまそこに居合わせた人ですね。で、ここね、頭にバイとあります。これつまり、そばという意味ですね。そしてその後ろ、スタンダー。立ってる人。そのまんまでしょ。つまり、そばに立ってる人ということですよ。で、ちなみにこれね、立っている人でなくてもね、歩いてる人も指すので、通行人と訳すこともできます。つまり、たまたまそこに居合わせた一般人。これ全般を指しているわけですね。非常にね、ニュースでよく使われるワードとなっておりまして、巻き込まれた一般人。こういったニュアンスを持っています。ということで、こちらは、ホワイトハウス検問所近くで発生した銃撃事件で、その場に居合わせた一般人が負傷。当局は土曜日の夕方早くに発生したこの事件について追加の詳細をほとんど公表していない。ワシントン DC 警察によると、容疑者として特定された21歳のナシール・ベストはホワイトハウスの検問所に向けて発砲を始め、これに対してシークレットサービスの職員が応戦した。メリーランド州在住のベストはその後病院に搬送されたが、死亡が確認された。ワシントン DC の裁判所記録によると、ベストは以前にもホワイトハウス近くで法務執行機関とのトラブルを起こしていた。彼は昨年7月、別の検問所付近からホワイトハウス敷地内に侵入しようとして逮捕。その際、警察官の停止命令に従わず、自分はイエス・キリストだと主張し、逮捕されたいと話していた。ということでね、ホワイトハウス前の検問所で今回ね、発砲事件が起きたということなんですが、この時にね、一般の方も負傷しておりまして、幸いにもね、命に別状はないということのようです。で、ここはね、ホワイトハウスですから、
様々な取材陣というのがね、各報道局から来てるわけですよ。そしてそこにね、居合わせたのがこちらですね。NBC のジュリー・ツェルキンでした。ちょっとね、難しい名前ですが、この人も取材に来ていたんですね。で、実際ね、この時もカメラが回っていたんですが、まさにね、この後ろで今回の発砲事件が発生しました。What is that? あれは何ですね。と彼女は目の前にいたカメラマンに尋ねる。するとカメラマンは、花火みたいな音だね、と答えている。その後、ツェルキンは記者会見室へ走って向かう姿が映っており、一方で武装したシークレットサービスの職員が外で警戒態勢につく様子も確認できる。で、その動画がこちらだったということなんですね。この後ろでね、銃声が鳴り響いているんですが、彼女はね、何が起きているのか全く理解することができません。彼女だけじゃないんですけどね、ここにいるスタッフも何が起きているか分かっていないようで、逃げも隠れもせずですね、ここで、What is that? あれは何と、このように言い放つわけですね。でね、まさにこちらに書いてありますが、この記者、レミング並みの危機管理能力だなということで、このね、サバイバル能力の低さ、これが嘲笑される形で、この動画が拡散され始めました。じゃあ実際ね、これが、ここまで言われるほどのものなのかと言いますと、少なくともね、プクタの肌感覚で言うと、言われるだろうなというような感じですね。ほんと単発でね、パンパンと聞こえるようなものでもないですし、ここホワイトハウス前でしょ。あれだけの銃声が聞こえたら、少なくともあれは何とはならないでしょうね。だからもしね、アメリカに住んでいるアメリカ人なのであれば、結構珍しい反応なんじゃないかなと思いますね。ちなみに以前少しお話ししたと思うんですが、アメリカのね、とあるモールを歩いていた時があったんですね。あれどこだったかな、パサディナだったかな、とにかく歩いてたんですよ。するとその中でですね、突然ギャングと警備員の取っ組み合いが始まったんですね。これ1対1じゃないですよ。団体戦でした。で、その瞬間ですね、もう本当に、雲の子を散らすようにパーッといなくなるわけですね。そして立ち尽くして見てるのが日本人だけというね、そういう風になったんで、やっぱりね、アメリカの住人だとするならば、なんでこういうことになったのかなというように思ってしまいますね。ちなみにね、他の記者はどうかというと、ABC の女性のね、反応なんかも上がっていたと思いますが、やっぱちゃんと逃げるので、このね、ジュリーさんのチーム、銃声を聞くこと自体がね、初めてだったのかもしれませんね。絶対そんなことはないと思いますが、アメリカ住んでいて銃声を聞かないなんてことはまずないので、毎日聞こえてくるんですね。だから非常にね、不思議な反応ではありますよね。同じこと思った。ABC の女性記者の方が、はるかに聞き察知能力があったね。これは AI に違いない。そうでしょ。既存メディアでは DI が今でも健在だなと。DI 雇用で雇われたんだろうと言われてるんですね。これはテレビに出ているこういった人たちの多くが、ただプロンプターを読んでいるだけで、カンペですね。実際には何も分かっていないことを示しているんだ。ということで、この反応がですね、嘲笑されまくるというような状況になりました。そしてですね、この動画大変話題になったため、こちらですよ。状況が分かっていない記者のグリーンスクリーン素材が必要なら、どうぞミーム作りに使ってくださいということで、これね、グリーンスクリーン版が配布されてしまうんですね。ということでもうね、こうなってしまうと止まらないわけですよ、ネットは。これを機に大量のミームが作られていくことになるんですね。こんな感じでね、あれは何と、とにかく、あれは何と言わせたい動画に載せていくというのがネットで流行ってしまうんですね。こちらもそうですね、ガガがいますが、あれは何と。こちらがまさにそうですね、オデュッセイアのヘレネ。あれは何と言われていると。そしてこの下ね、マンダロリアンもこれね、あれは何と言われてしまっていると。こういったわけなんですね。つまり、この記者さんに、あれは何を代弁させていると。こういったミームなんですね。これもそうですね。でね、この下ですよ、これ。出ました我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさんがね、あれ何と言われています。そら言われるよね。で、この後もね、こちらもそうです。こちらもそうですし、とにかくですね、状況を全く把握することのできない無知な女性リポーターと、このような形でこのミームが爆発していくわけですね。これもそうですね。最近ね、これも話題になっておりましたが、あと現在ね、ここから発展しまして、この AI 版ですね。こんなのも制作されているというような状況になっています。そしてこれを受けましてですね、こちらのジュリー記者、自分がネットミームになっているというのに気づいたようで、これに対して反応するんですね。この反応は一体どういったものだったのか。それがね、こちらになるんですが、本人ですね、大喜びしました。見てください、この笑顔。自分のミームの横でね、もうニコニコですよ。これ本人ですからね。NBC のサタデーナイトライブが夏休み中だから、私がみんなのネタ役を引き受けられてよかった。インターネットのみんな、ミームをありがとう。でもできれば報道の方も見続けてくれたら嬉しいなということで、どうですか皆さん、これ
100点でしょこのミームに対しての反応としては100点じゃないですか？どうですか？ここでね、私にも肖像権があるのよとか、ネットのバカどもがとか、そういうことをね、一切言わなかったんですね。むしろインターネットに感謝するということで、彼女ですね、ネットで大人気となっていくんですね。よくやったジュリー。ミーム化を前向きに受け入れたのは見事だ。で、ここにもね、様々なミームが貼られていくわけですが、これやばいやつですね。おじいちゃんがなんかやってますが、これ AI ですね。ここね、堂々と受け止めたことに敬意を表しますと。ユーモアのセンスが素晴らしい。それにひどい状況の中に少しだけ和やかな空気をもたらしてくれた。ネタにされても気持ちよく受け入れてくれてありがとう。ここね、This is the way マンダロリアンがいますが、自分自身を笑い飛ばせるユーモアのセンスがあるのはあなたの長所だと思う。これはあなたの同僚たちも見習うべきことかもしれないね。で、こちらね、引用の方見てみましても、ここね、マイケル・ノールズ。保守系のインフルエンサーですね。ネタにされても気にせず、うまく受け流したのは立派だというような形で、これね、結構大きくって、つまり保守がね、彼女の味方に回り始めたんですね。この下もそうですね。彼女はこの恥ずかしい瞬間を何千人もの人々に好感を持たれるきっかけに変えた。こういう時はこう対応するのが正解なんだ。なるほど。こういう軽いからかいや冗談にはみんなこうやって対応すべきなんだ。自分自身を笑い飛ばせる人がまだ少しは残っているのを見られてよかった。こちらもそうですね。この人は最高だな。ユーモアを交えて対応している。お見事だよ。ということで、もともとはね、この彼女の生存能力の低さを嘲笑するポストから始まった一連のバズだったんですが、この本人の対応をきっかけに、この空気が一変。現在彼女はですね、ネット民に愛される存在に昇格したと、こういった状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日発生しましたホワイトハウス銃撃事件の反応により、めちゃくちゃ嘲笑されてしまった一人の女性リポーターが、その後、それに反応することにより、この状況を一変させたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？現在ネットではね、こういったね、メインストリームメディアというだけで嫌われがちなんですが、あそこまでのネガティブな文脈を、ここまでひっくり返せたというのは、素直にすごいですよね。本当に。現在もですね、彼女のミーム、様々なものが制作されておりまして、今回の一件を受けましてですね、ジュリーさん、その名を大きく上げたのかもしれませんね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。